chasing, only cloud gazing. Mind over matter, cause the things we did were frowned upon. Don't wake me up, let me dream some more. Love to dance, the happiness I'm looking for. 皆さんお久しぶりです。久々に動画を撮って、ずっと編集をせずにですね放置してました。久々にやった今回はですね、玉ねぎ麹、玉ねぎ塩麹と醤油麹、この2つで、漬けた魚を寿司にしていきます。でまずは玉ねぎ塩麹の方ですね。醤油麹の方はまた別の動画で、お送りしたいと思います。はい、いつも通りですね、スーパーで魚を買ってきて、今回は、タイとブリとホタテと銀鮭とマグロということになります。玉ねぎ塩麹の方ではマグロは使いません。やっぱり今回いつもですねピチッとシートで、塩振ったりとかしながら脱水してると思うんですけれども、今回は玉ねぎ塩麹の方につけるってことなので、そういった下処理はせずに、軽く布巾で拭き取って、それを切り身にした状態でつけたいと思います。でブリはですね、やはり少し寿司にするには難しい形の柵が結構多いので、こういう風にテンパネといって、上の方をちょっと取ってですね、高さをまず揃える作業をしました。あとは長方形がやっぱり、切り付けしやすいので、少しこういったところは取ります。今回やっぱすごいこの角度綺麗に撮れましたね。すごいお魚が美味しそうに見えてます。カメラの性能のおかげですね。で私が行くスーパーではこのホタテがですね、結構でかいホタテが毎回売ってるので非常にありがたいんですけど、で、この銀鮭、今までサーモンを買ったことあるんですけど、銀鮭をですね、寿司にしたことがなかったので、なんとなく今日は銀鮭を買ってみました。これもすごく色が綺麗ですよね。はい。で玉ねぎ塩麹結構塩分入ってるのと、玉ねぎの香りがかなり強いので少量にしてます。そうだ、
ちなみにこの玉ねぎ塩麹はですね、自家製なんですけれども、麹に玉ねぎをミキサーにかけたものと、塩ですねを入れるだけということで、非常に手軽にできます。でいつもこの玉ねぎ塩麹ですね、普通に例えば野菜炒めとかで、中華だしとかそういったものの代わりにできたりとか、あと僕のおすすめの食べ方は目玉焼きに、塩をかけないでこの玉ねぎ塩麹をかけて食べると。そうするとかなりその目玉焼きのクオリティがぐっと上がってですね、一つの、料理みたいになるので、皆さんこの玉ねぎ塩麹、おすすめですので、ぜひ作ってみてください。そちらの方のレシピはですね、いろんなところに載ってるのでぜひ皆さん調べてみてください。この握る時にですね、手元にある布巾で一回ちょっとだけ、ネタをですね拭く。これ意外と重要だと思ってます。やっぱり、切り付けした後に、今回の場合だと玉ねぎ塩麹につけて一回拭いてるんですけど、少し時間が経つとですね、やっぱ汗をかいてくるというか、水分がじわっと出てくるので、それ出てる状態で拭かないで握ろうとすると少しやっぱり握りづらいかなというふうに思います。でこれ握ったのをですね、こう揃えてると思うんですよね、置いていくときに。でわざとピタッと横付けにしてるんですけど、これは実は理由があって、握った後のお寿司ってやっぱり崩れやすいものなので、横と横がこうギュッと詰まっていると崩れにくいというところもあるので、お寿司をこう何貫か握ってお客さんに提供する前とかですねは、こういう風にこうぴったりと合わせて並べていくといいと思います。完全に余談になるんですけど、今ビール飲みながらこの音声を吹き込んでるんですが、ずっとキリンのグリーンラベルを、選んで飲んでたんですけど、ヘルシーだってことで、なんか最近あまりこうグリーンラベルの味が飽きたのか、あまりこう、なんかあんま美味しくないなと思ったんで、最近は札幌飲んでます。はい、結構綺麗に握れましたね今回は。いい感じにテカリもあって、玉ねぎ塩麹は、今回鮭もは入れてるんですけど、どっちかっていうと白身だったりとか、こういう貝とかそういうのに合うなっていうふうになんとなく思ってたので、今回こういうチョイスにしました。であとやっぱりですね、かぼすはすった方がいいと思います。少しなんていうんですかね、玉ねぎの味のインパクトがあって、ちょっと重めな印象もあるので、かぼすね、すだちを吸ってあげると、爽やかな感じになると思います。今回はアングルをですね、3カット入れてるんですけど、最初は引きの全体像を見せて、次は、この上からのアン
ングルですね。今回これは結構綺麗に握れましたね。お寿司って結構その手のいろんな関節を微妙に曲げたりしながらうまく調整しながら握っていく。いただきます。やっぱそれが難しいんですけど、うまい。指の第一関節をこううまく曲げるとなんとなく綺麗に握れてる感じがします。今ここですね。ここですね。あそこで第一関節が曲がってるかどうかでちょっと変わる気がしますね。この最後握り終わった後で左手でこうグッと締め付けるこの動作を一回覚えてしまったがためにずっとやってるんですけど、確かにこうサイドが締まって綺麗になるんですけど、なんかこう握りしめてる感じがして傍から見るとあんまり美味しそうじゃないんじゃないかなというふうに思うので、この癖をちょっと直したいとは思いつつもなかなか直らないと。前の動画でも言ったこともあるかもしれないですけど、寿司斎藤ってすごく有名なお店あると思うんですけど、その斎藤さんが最後にこう左手でこうグッと脇を締めるっていう動作がですね印象的で、それをちょっと意識して真似てたら癖になっちゃったと。サイドの締めはですね、右手の親指と中指で締めるので、本当は十分なんですよね。YouTube の動画で、普段ここまで食べた後リアクションしないんですけど、とかって、やっぱりちょっとリアクションした方がいいかなとかって思いながら、しずる感が出るようになんか食べるみたいな意識してるんですけど、やっぱなかなか難しいですね。この銀鮭はやっぱりこの皮の部分が綺麗ですね、模様が。とっても美味しかったです。サーモンってちょっと脂濃すぎるというか、これ銀鮭の方がなんとなくこう引き締まってる気がしました。でちなみになんかブランドの魚みたいで、なんだっけこれ、なんですかね、オジカだ。オジカの銀っていう銀鮭ということで、オジカっていうのは仙台ですね。オジカ半島が仙台で採れた、ブランド鮭という感じです。でこれちょっと今寄りのアングルですね。やっぱり自分もこういろんなYouTube に上がっている動画だったりとか、あとお寿司屋さん行った時にちょっとこっそりと
握ってるところを撮ったりしてるんですけど、動きが速すぎて、あるいはそのアングルがアングルで隠れちゃってて、指使いのディテールがなかなか見えづらかったので、なのでこう引きと上から俯瞰と寄りと正面寄りということで、今回3つで、美しい握り方の参考になればなと思います。家の近くに結構ですね、サイレンが警察署と消防署があって、毎回このサイレン音入ってると思うんですけど、たまに動画の中で聞こえてくるサイレン音が本当に自分の家のそばなんじゃないかなって錯覚するときはありますよ。やっぱちょっと寿司食いたくなってきましたね。はい、ということで、今回の動画はこれで終わります。また醤油麹編お楽しみください。ごちそうさまでした。Feeling a change, all in myself, my day. Turning the page, I'm trying to pace my days. I'm starting to face my face. But I like my pace, I love my pace, I love my pace.